兵庫県知事選挙どうなりそうですかね。僕、斉藤さん結構勝つんじゃないかと思ってるんですよね。選挙が始まる前に、ワイドショーとかでパワハラがこんなになりましたとか、おねだりがしましたっていうので、斉藤元知事はひどい人だというニュースが流れたんですけど、あのニュースが一切なくなります。選挙期間中に確定してない事実をテレビ局が流した場合は、下手すると免許停止なんですよ。おねだりしたよねってワイドショーで言ったやつで、その後調べてみたら、実はそんなおねだりされてませんとか、してませんとか、カニ食ったはあるんですけど、報道とかワイドショーで言われたほどのおねだりはしてないんですよ。で、パワハラ疑惑と言われたやつも、不戦士をパーティションに投げたぐらいしかないんですよ。まあ多少となったみたいなね。明石市と泉さんみたいに、あの家燃やしてこいみたいなこと言ったら言ってはないんですよ。言われているという疑惑とか噂というのは、選挙期間中に流すことが不可能になるんですよ。でも、兵庫県知事選挙というのは注目を浴びているので、多分いろんなニュースとかワイドショーで取り上げられるんですよ。取り上げるときに出てくる映像というのは事実のみなので、駅前で斉藤さんがこんな演説をしていますとか、他の候補がこんな演説をしていますっていうようになるんですけど、でも、実際に流れる映像は多分、斉藤その元知事が一番長くなります。で、それは全国区のニュースで見るときに、斉藤元知事は知ってるけど、他の人、誰も知らないじゃないですか。なんか、芦屋市長をやった人とかでも、誰それじゃないですか。そういう対抗者がいるんだ、っていうのぐらいで、なので結果として、選挙期間中にテレビで一番多く流れるのは斉藤元知事なんですよ。で、斉藤元知事が演説をしている映像を流さざるを得ないんですよ。演説は一人でこう一生懸命やってますとか、画面の中でバトンを受けてますっていうのになると思うんですけど、単純接触効果というのがありまして、見慣れた顔は親近感が湧いてしまうの法則というのがあって、斉藤知事が見慣れてしまうし、多分選挙期間中に言うことは結構まともだと思うので、この人言ってることはまともじゃん。で、パワハラとかおねだりっていうのも流れないので、あれってなかったんだっていうことになると思うんですよね。結果として、結構勝率上がるんじゃないかなと思っていて、で、僕が負けるパターンとして想定してたのは、芦屋市長と斉藤元知事の一騎打ちになった場合、この場合は僕多分斉藤知事負けると思ってたんですよ。でも候補者超いっぱい出たんですよね。N 国党の立花さんとも言ってるんですけど、立憲は立憲で知事を候補者だし、維新は出したか自民党は自民党で候補だし、みたいな感じで、結局その維新と立憲と自民党が候補者を芦屋市長に統一した場合は、その票が全部入るんですけど、逆にそこで票が分散してしまうと、分散した結果、斉藤知事が、じゃあ、本来であれば、維新と自民党と立憲が協力して60%の票を取りました。で、斉藤知事が25%の票を取りました。もう、ボロ負けですよ。ただ、候補者がこっち、自民党が20%、立憲が20%、維新だかなんだか20%、斉藤知事が25%取ると、斉藤知事の勝ちになるんですよ。なので、候補者が多いというのは、実はその、斉藤知事にとって有利になるっていうのがあるんですけど、っていうので、分散してしまって、で、不動票も分散するよねって話でさえ。僕も立花さんの意図よくわかんないですよね。なんか別に受かる気もないし、もう完全に大松扱いされちゃってるので、なので、ある程度話題になるかなと思ってやってみたけど、思ったほど話題にならないよねっていうので、なんか思惑がわかんないままなんですけど、まあ、とはいえ自分のお金使ったわけでもなくて、他人のお金を使って引っ張ったので、ただで知名度が多少上がったよねっていうポジションなのかなと思うんですけど、はい。斉藤知事についてアメリカテストどこだってきましたご意見お願いします。百条委員会の話を聞く限りは、噂レベルで証拠になるものはほとんどなかったっていうことだと思います。兵庫県知事問題がね、僕の中で結構ね、面白くなってきていて、結局なんかおねだりをいっぱいしてたよねっていうのが、割とまあニュースでいっぱい流れたと思うんですけど、スキー場とかおねだりされたと言ってるところが、されてねえよっていう反論を結構出してるんですよね。パワハラがあったのかなかったのかっていうので、百条委員会でも実際に本当にパワハラがあった証拠っていうのは、実はまだないっぽいんですよね。なので、ただ世間的にはもうおねだりしまくって悪いやつだよねっていうので、家の住所とかも自分ではわからないようにしていて、役所の書類とかに書いてなくて、で、家の近くとかで送迎車も降ろされて、で、そこから歩いていくから、実態として送迎車の運転手も、兵庫県知事の家わかんないって話があるんですよ。で、兵庫県知事の公約の達成率が99.8% とかめちゃくちゃ高いんですよ。なんかね、2個ぐらい達成してない公約があるんですけど、それ以外の公約達成してるんですよ。
で、2年前ぐらいのニュースで、港湾関係に対して出しすぎてたお金っていうのを是正してるんですよね。98% が。港関係で補助金出しますってのがあって、出てきたものに対してお金どんどん出しますってやってたんですけど、出しすぎてたんですよ。で、それの制限をしたんですよね。いや、これ出しすぎだから見直しますっていうのやったんですよ。で、港関係って、手出すと結構大変なことになるっていうのが、皆さんご存知だと思うんですけど、神奈川県警がなぜあんなにグダグダなのかとか、っていうのがあって、兵庫県神戸があって、神戸やっぱりそっち手出すとまずいよねっていうふうに言われている分野だったりするんですよね。で、そこに手突っ込んでたから。で、まあもちろん山口国の本部とかもあるんですけど、兵庫に。だから自分の住所が分かっちゃうと、それはなんかやらされる可能性あるし、補助金多く出すとかも、ほっとけばいいよね。自分の任期終わったら次の人に問題移るからっていうのができる可能性があるのに、そこに手突っ込んだっていうのを考えると、あれ、ひょっとして結構ちゃんと仕事してるんじゃないのっていう。実際にじゃあ彼がやった悪いことって何なのだろうっていうのが、明確に出てきてるかっていうと、第三者が内部告発をしたときに、誰が内部告発をしたのかというのを調べようとした。これは明確に悪いです。なので、それに関しては僕は兵庫県知事というのは、内部告発をした人を調べようとすること自体が悪いよね。だからそれは良くないよねで叩くのであれば、僕も同意です。でも、じゃあ、兵庫県で仕事してないかっていうと、公約の 98% やったんですよ。東京都の都知事の公約達成率、確か3割とかなんかそんなんだった気がするんですけど、でも2期受かったじゃないですか、小池百合子さん。だからそれに比べたら、兵庫県知事めちゃめちゃ仕事できてるって話だと思うんですよ。じゃあ実際マイナス面何だったのっていうと、実はなんか証拠もそんなにないよねっていうところだったりするので、なのでね、兵庫県知事に関して、ちょっとね、判断今難しいなっていう状態なんですよ、僕の中で。明確にこれやってしまった悪いよねっていうのが、パワハラで脅した音声がありましたっていう、明石市の泉元市長とかっていうのが、明確に火つけてこいやって言ってるのが録音残ってるから、これはパワハラだろわっていうのがあって、泉市長はそれで辞任したんですけど、だからそういうのがあれば、これは良くないよねっていうのが明確に言えるんですけど、今のところ僕の中で兵庫県知事が明確にこれがアウトだよねって言ってるのが、内部告発の人を探そうとしたっていうぐらいしかないんですよ。そうそう。火つけてこいやはね、やっぱね、泉さん面白いんですよね。怒りっぽい人だし短期だから、勢いで言ってて、本当に火つけてこいっていう意味ではないと、僕も思うんですよ。僕も思うんですけど、スタッフに嫌われて、火つけてこいが録音されて、出されちゃうっていう、それはもうアウトですわっていう。だから僕は泉さんすごい好きなんですけど、そこのね、抜け具合も含めて泉さん面白いなって思っちゃう。まあ置いといて。でもちょっとね、兵庫県知事の斉藤さんに関してはね、態度保留っていう感じに僕なってます。はい。僕、兵庫県知事の動画一切見てないんですよ。自分でもなんで興味がなかったんだろうってちょっと疑問に思ったんですよ。知り合いに兵庫県記事どう思いますかっていうのを聞かれた時に、通り一辺倒のこと言ったんですけど、あれなんで興味ないんだろうと思った時に、確たる証拠が一個もなかったんですよ。確たる証拠があるものだったら、それを見て判断を変えたいんですよ。気をつけてこいって言ってるってやったら、その録音聞いて、あ、これ言ってるわ、これアウトだわってのがあるんですけど、兵庫県記事の記事とかニュースとかで、なんか、こう言われてる、このような内部告発があるみたいなので、証拠の話がまだ一個も見たことなくて、それで動画とかニュースとか見て時間使っても、情報として確定しないから、あんまり見る気にならなかったんですよね。明確な証拠が出たら、あ、そういうことかって僕納得したかったので、だからそういう意味でいくと、あ、興味なかったってそういうことなんだっていうのが自分の行動も自分で納得できてしまったっていう、すごくどうでもいい話でしたね。はい、すいません。某知事がバッシングで弁解がワンパターンって声があります。パワハラと同じことを高圧的に言うことで相手を丸め込むのが詐欺師の方が得意ですし、自称を切り抜けるとしたら同じことを言うパワハラより根回しして口八丁手八丁のがワンチャンだと思います。政治家もそうですが、市長など権力者に適性があるのはパワハラではなく詐欺師気質と言います。本物の詐欺師はバレないと思うんで、広瀬さんの意見を聞きたいです。結局今のところ、知事で居続けるためには、辞職をしないというのが一番長く知事に居続けられるポジションなんですよ。で、辞めさせたいのであれば、今の知事よりも美味しいポジションを用意するというのを誰かがやれば辞めると思います。例えばじゃあ、この会社の相談役をお願いします。で、年収2000万ですって言うんだったら、じゃあそっち行くかってなるんですけど、結局、今の知事に居続けるという方がメリットが大きいんですよ。多分これだけバッシングされてると、他の会社の手とかもなかなかないと思うので、そうすると知事で居続けて給料をもらい続けるというのが一番効率いいんですよ。
辞職というのが議会で決された瞬間に、じゃあ議会解散だって言っちゃえば、で、また解散して選挙して、で、新しい議会ができて、そこでもう一回知事の辞任決議みたいなのをやって、解雇というか辞職って形なんですけど、多分半年ぐらいかかるんじゃないですかね。そうすると半年間の給料もらえると思うので、なので個人的な利益を最大化する上ではやめないが正解であるっていうところで今やめてないんじゃないかなと思ってます。丸山穂高さんっていう人がいたんですよね。いろいろバッシング受けて、国会議員の給料でキャバクラ行くの楽しいみたいな確か書いてたと思うんですけど、でもあの人もずっとやっぱり最後まで議員で居続けたんですよ。で、今でもなんか N 国党の仕事してるっぽいんですけど、結局その世間がどう思われるかというよりも、自分の利益を最大化するという形で人は物を考えるので、なので、いやいや、そんな変なことをしなくても普通に暮らした方がいいじゃんとかって一般的には言われるんですけど、普通の暮らしというのを提供しない限りは、やっぱり自分の利益を最大化するというのは普通やるので、結果としてこう、北方領土で酔っ払った時に取り返すには戦争しかないんですよっていうのを言って、それがニュースになったっていう人ですね。で、もともと維新で、維新を辞任決議かなんかになって辞めて、で、その後 N 国党に絡め取られてしまって、今では N 国党の事務員かなんかやってるのかな、公設秘書か。秘書をやってたりするっていう人ですね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。